皆様こんにちは、セリナです。今回はたくさんのリクエストをいただきましたコスメ収納についてご紹介していきたいと思います。収納方法をご紹介しながらコメントでたくさんご質問いただくスキンケアやネイル、アイブロウについても簡単ですがご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までチェックしていただけたら嬉しいです。またメインチャンネルでは2023年ベストコスメ関連の動画や2024年1月発売の春コスメのご紹介動画、人気のファンデーション比較やアイシャドウの全色レビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず収納全体はこんな感じになっています。せっかくのデポコスの綺麗なデザインを見せたいので、まずはクリアで一目見てどこに何が入っているのかわかるということと、カテゴリーごとに分けて収納したいなと思ったので、イメージは調剤薬局の後ろにある薬がたくさん入っている棚だったり、手芸店の糸などがカラーごとに分けられている引き出しみたいに収納したいなと思っていました。そこで色々と探してみたところ、もともとあったこの棚にぴったりなサイズのものをニトリで見つけました。1つ目はこちらの3段になっている引き出しタイプの収納で、こんな感じの平置きで保管したいクッションファンデーションなどの収納にとても便利です。こちらには既存アイテムのクッションファンデーションとフェイスパウダー、そしてプレストパウダーなどが入っています。特にフェイスパウダーの段はこんな感じですでにパンパンなので、もう少し場所を増やしたいなと考えています。ちなみに今日はこちらのランコムのアブソリュタンエッセンスインパウダーを使っています。そしてもう一つの棚がこちらの小さい引き出しがセットされているタイプも使用しています。こちらの収納は本当はこの小さな引き出しが9つ入るのですが、ファンデーションや下地などの高さのあるものを入れたかったので、こんな感じで途中の段を抜いたりして使っています。重いものを収納してもこんな感じでちゃんとストッパーもついてくれているので、引き出しが抜け落ちてしまうということもなく使いやすいです。そしてアイシャドウパレットとリップは Amazon で販売しているネイルなどを収納するケースを使っています。こんな感じで階段式になっているので、全部のパレットも見えてたくさんの量を収納できるところが気に入っています。そして空いているスペースにはセリアで購入したクリアケースのスリムのサイズを入れています。いつも撮影している部屋はこんな感じになっていて、ボディケアやフレグランスなどデザインが可愛いものを飾って収納しています。そして収納ではないですが、お仕事でコスメを持ち運ぶときはこんな感じのケースを使っています。こちらは重たい瓶のファンデーションなどもたっぷり入るようなキャリータイプになっていて、こんな感じで両サイドをしまうことができて、持ち運びには欠かせないアイテムです。現在はこんな感じのものを使って収納しています。一つ一つの棚をご紹介していくと、まず一番上がスキンケアになっています。スキンケアはコメント欄でもたくさんご質問いただくのですが、肌トラブルが起きやすい肌質なので、現在はこういった医薬部外品のアイテムを中心に使用しています。まずクレンジングはこちらのコスメデコルテのイドラクラリティマイクロエッセンスクレンジングエマルジョンを使っています。今までクレンジングは大好きなスキンケアブランドのイトリンのアイテムを日によって使い分けていたのですが、イトリンが年内でブランド終了とのことで、こちらに代わるアイテムを探しているところで、現在はイドラクラリティを使っています。その他、洗顔やゴマージュなどもイトリンを使用していたので、こちらもイトリンに代わるアイテムを探していて、まず洗顔で最近お気に入りなのはこちらのイソップのパセリフェイシャルクレンザーです。ジェルタイプのクレンジング兼洗顔ですが、こちらにはピーリング効果があるとのことで、私は毛穴詰まりが気になるので、洗顔でピーリング効果があるのはとてもいいなと思って購入してみました。ベタつきなどもしっかりと洗い流してくれるので、皮脂が気になる肌タイプの方にとてもおすすめです。ただ、冬場だと少し乾燥が気になるので、しっかりと保湿をするのがおすすめです。こちらは2本目になるのですが、一度間違えて同じパセリシリーズのフ
フェイシャルクレンジングオイルタイプを購入してしまったことがあって、フェイシャルクレンザーとは正反対のしっとりと保湿をしてくれるような洗い上がりでした。こちらも使用感がとても良かったので、乾燥が気になる今の時期はこちらに切り替えています。そしてあともう一つこちら。ピュアリファイングフェイシャルエクスフォリアントというスクラブのクレンザーも使っていて、こちらは週1、2回使用するタイプで、こんな感じの結構粒子がしっかりとしているタイプのスクラブです。しっかりと肌のざらつきをオフしたい時などによく使用しています。続いてこちらに化粧水や美容液などを入れています。最近はこちらのアユーラのクリアファイナーセンシティブという拭き取り化粧水と、ゲランのアベイユロイヤルシリーズのフォーティファイングローション、そして昨年から大好きで使い続けているクレドポーボーテのコレクチュールエサンシェル N、そしてもう一つ美容液としてタカミのエッセンス 5C プラス E、 乳液はエトボスの薬用アクネ VC クリームジェル1、そして肌トラブルが気になる部分にこちらのイプサのピンプルクリアを使用しています。オイルやクリームなどの高保湿なタイプを使用すると、どうしても毛穴が詰まってしまって肌トラブルを起こしやすいので、化粧水でしっかりと保湿をしてくれるものを選んでいます。ゲランのアベイユロイヤルは一度サンプルで同じシリーズのオイルをいただいたことがあって、使っている間、ニキビ跡などの治りがすごく早いなと感じていたので、とても気に入っていたのですが、どうしても暑い時期はオイルだと少しベタつきが気になってしまったので、同じシリーズの化粧水はどんな感じなんだろうと思って使用し始めたのがきっかけです。化粧水はしっかりと保湿もしてくれますが、ベタつくこともなく、オイルタイプの美容液と比較すると少し弱めにはなりますが、化粧水でもしっかりと肌を修復してくれている感じがしたので、こちらの大きいサイズを愛用しています。もう少しでなくなりそうなので、もう一回リピートしたいなと考えています。そしてスキンケアに欠かせないのがこちらの2つで、アユーラの拭き取りは医薬部外品で肌荒れなども防いでくれるタイプということで、こちらを使い始めてから毛穴詰まりが気になりにくくなった感じがします。そしてクレドポーボーテもこちらを使うと毛穴がふっくらとして肌が均一に滑らかになる感じがします。クレドポーボーテは昨年からもう何本もリピートし続けているアイテムです。そしてこちらには愛用しているスキンケアのストックとヘアオイルを収納しています。ヘアオイルはリファのロックオイルのライトタイプを使用しています。こちらはオイルタイプなのにしっかりと巻きをキープしてくれるので気に入って愛用しています。この前デザインがリニューアルされたそうで、リニューアル後のものもストックしています。続いてこちらには限定や廃盤になってしまったアイテムを収納しています。まず限定アイテムはデザインがものすごく可愛いものが多いので飾っておきたいというのもありますが、実際に顔には使用しなくても手元で過去の限定品とのカラーの比較だったり色味を見たりするために残しています。特別感があるパッケージのものがとても多いので、こんな感じで飾っておくだけでも可愛いですよね。ディオールのリップの限定ケースもたくさん発売されるので結構溜まってしまいました。シャネルやディオールは特に限定での発売が多いので、こんな感じでたくさん溜まってしまいます。この辺りの限定アイテムなんかも懐かしいですよね。続いてこちらには既存のハイライトやチークを収納しています。ハイライトはこんな感じでリキッドタイプのものとパウダータイプのものに分けています。クレドポーボーテもとても人気で好きですが、個人的にはこのポピーブラウンのクォーツグローのカラーがメイクを問わずに使いやすくてお気に入りです。他にもこちらにはシャネルの店舗限定で発売されているマキシサイズのハイライトやディオールや定番の MAC のライトスカペードなども入っています。今年は特にファンデーションやアイシャドウのレビューが多かったので、動画内ではハイライトを使わないメイクをしていたことが多いのですが、今日は久々にシャネルのパーリーホワイトのカラーを塗ってみました。そしてチークもリキッドタイプ、マルチバームタイプ、そしてパウダータイプと分けて収納しています。人気のアディクションや今年に発売された RMK の新作チーク、
そして動画内で使用しているとたくさんご質問をいただくジルスチャートのチークなども入っています。今回はこちらのジルスチャートのチークの01番を使ってメイクしていて、パールの輝きがとても強いタイプなので、パンと張ったようなツヤ肌に仕上げたいという方におすすめです。そして先ほどご紹介したクッションファンデーションとフェイスパウダーの下に、こちらのリキッドファンデーションと下地を収納しています。私はコスメの中でも特にファンデーションなどのベースメイク類が大好きなので、リキッドタイプのファンデーションはこんな感じで結構パンパンに収納されています。今年大人気だった資生堂やアディクションの他にも動画でご紹介させていただいたアイテムがたくさん入っています。ランコムの単位ドルは来年リニューアルするという情報があるので楽しみですよね。上のスペースにはジャータイプのファンデーション類やコンシーラーを収納しています。下地は人気のディオールやポール&ショーボーテ、グレートポーボーテなどの王道の人気アイテムや、こんな感じのカラーコントロール効果があるタイプ。そして日焼け止め兼下地タイプや毛穴補正をしてくれるアイテムなどにカテゴリー分けしています。そしてこの棚の下にはこんな感じで購入時にいただくサンプルを保管しています。結構こういったしっかりとしたボトルタイプのものもあるので、時間がある時にゆっくりどんな感じのアイテムなのか試しています。特にスキンケアはサンプルを試してから購入することが多いです。下の段にも入っています。そしてこちらにはマスカラやアイブロウアイテム、単色アイシャドウ、ネイルなどを収納しています。マスカラはこんな感じでカラーアイテムなどもあるので結構たくさん集まっています。そして私が普段使っているマスカラについてもたくさんコメントいただくのでご紹介すると、まずこちらのクラランスのラッシュ&ブローダブルフィックスマスカラというマスカラコートをベースに使用して、上まつげはシャネルのイニミタブルウォータープルーフ、下まぶたはクリニークのラッシュパワーマスカラロングアイリングフォーミュラを使用しています。シャネルのイニミタブルウォータープルーフはまつげをきれいにセパレートしつつカールキープ力が高いところがお気に入りで、クリニークはフィルムタイプで皮脂にとても強いので下まつげに使用してもパンダ目にならずとても使いやすいです。続いてアイブロウもこんな感じで、最近はスックのソリッドアイブロウペンシルの01番カーキのカラーで眉の輪郭を取って、ジルスチュアートビューティーのニュアンスアイブロウパレットの04番の両端のカラーでグラデーションをつけて、エレガンスのフロッキーアイブロウマスカラの BR20 で仕上げています。そしてアイライナーもトゥーフェイスのリキッドアイライナーが大好きで、何本かストックもしているほど愛用していたのですが、こちらも年内で撤退とのことなので、ストック分を使い切ってからはまた別のアイテムを探したいなと思っています。今のところはディオールのディオールショーシリーズのリキッドアイライナーが書き心地や落ちにくさなど使いやすいと感じたので、こちらのブラックタイプを使ってみたいなと思っています。そしてネイルについてもたくさんご質問いただくのでご紹介すると、私は普段からこういったポリッシュタイプのネイルを使用しています。特に今年動画内でたくさんご質問いただいたのがこちらの3のネイルポリッシュ122のカラーで、上品なシャンパンベージュ系カラーで手元をきれいに見せてくれます。他にも RMK のネイルポリッシュ02番やジルスチャートのフレグラントネイルラッカーの06番もよく何を塗っているんですかとコメントいただくカラーです。こういった自然に手元が綺麗に見えるカラーが特に好きです。そしてこちらが既存のアイシャドウパレットの収納です。今月全色レビューをしたスックやルナソルもコツコツと集めています。そして既存の中でも特にパッケージが可愛いイヴ・サンローラン・ボーテのクチュールミニクラッチやジルスチャートのブルームクチュールアイズなども見えるように飾っています。来年はいろいろなブランドのアイシャドウの全色レビューなどもしていきたいなと思っています。そして最後はリップです。今持っているアイテムでちょうどこの棚がパンパンになってしまったので、もう少し場所を増やしたいと思います。ディオールやシャネル、グッチなど
リップは特にパッケージが可愛いアイテムが多いですよね。はい、ではこんな感じでたくさんのリクエストをいただきましたコスメ収納をご紹介していきました。まだまだたくさんコスメが増えそうなので、いろいろと試してみて、また収納が変わった際には動画でご紹介できたらなと思います。2023年もたくさんご視聴いただき、また温かいコメントや応援、本当にありがとうございました。来年も少しでも皆様のコスメ選びやメイクのお役に立てるように頑張りますので、2024年もご視聴いただけたら嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。